お世話になっております。まさるです。今回は S キーについて一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。最初に S キーとは何か概要を勉強します。その後に S キーの流れを見ていきます。最後に S キーの注意点を確認します。それでは始めましょう。S キーとはチャレンジ&レスポンス認証の一つで、マスターパスワード、シード、シーケンス番号を使ってワンタイムパスワードを生成する技術のことを言います。少し気になる言葉いくつか出てきましたので説明していきます。チャレンジ&レスポンス認証というのは前回勉強しました。ネットワークにパスワード自体の情報を流さずに認証する方法でしたね。マスターパスワード、シード、シーケンス番号というのは次の S キーの流れの中で詳しく説明します。ワンタイムパスワードというのはきっと皆さんも使ったことありますよね。ワンタイムパスワードを使った認証はログインをするたびに異なるパスワードを利用してセキュリティ強度を高める方法です。何かのシステムにログインするときには ID とパスワードの組み合わせで認証するのが一般的ですが、 ID とパスワードの認証だけではその情報が漏れてしまったときに不正アクセスを許してしまいます。そこでワンタイムパスワードを使って認証することでセキュリティ強度を高めることができます。ワンタイムパスワードを作る方法はいくつかありますが、今回は S キーによるワンタイムパスワード認証について見ていきましょう。では S キーはどのようにワンタイムパスワードを作って認証するのか、流れで見ていきましょう。まずは事前準備が必要です。事前に認証サーバーにマスターパスワードとシーケンス番号を登録します。マスターパスワードは秘密にするべき情報で、クライアント側にも登録しておきます。サーバーとクライアントで持つ共通の秘密の情報がマスターパスワードです。そしてシーケンス番号はワンタイムパスワードを生成するためにハッシュ処理をする回数を表します。一度ワンタイムパスワードを生成すると1ずつ減少して、シーケンス番号が0になると S キーによるワンタイムパスワードの生成ができなくなります。事前準備が終わったものとして、どのように S キーによるワンタイムパスワード認証が行われるのか見ていきましょう。認証要求時、クライアントはユーザー ID を認証サーバーに送ります。認証サーバーはシーケンス番号とシードをクライアントに送ります。シードというのは乱数でありランダムな値です。チャレンジ&レスポンス認証のチャレンジコードの扱いになります。認証サーバーはこの後、マスターパスワードとシードの値を組み合わせて、ハッシュ関数でハッシュ値を計算します。この時、シーケンス番号に従ってハッシュ処理を繰り返します。例えばシーケンス番号が100なら100回ハッシュ処理を繰り返してクライアントからの応答を待ちます。クライアントは先ほど受け取ったマスターパスワードとシード値を組み合わせてハッシュ関数で計算してハッシュ値を求めます。この時もシーケンス番号に従ってハッシュ関数での計算を繰り返すのですが、もしシーケンス番号が100なら99回ハッシュ関数による計算を繰り返します。シーケンス番号マイナス1回分ハッシュ関数で計算するということですね。計算結果がワンタイムパスワードになります。クライアントは算出したワンタイムパスワードを認証サーバーに返します。この時のワンタイムパスワードはチャレンジ&レスポンス認証でいうレスポンスコードにあたります。最後の1回のハッシュ関数による計算は認証サーバーによって行われます。最後のハッシュ関数によって算出された値と自分で計算したワンタイムパスワードの値が一致するかを確認します。この時のハッシュ値が一致していれば正規のクライアントであると判断することができます。経路中に第三者がいた場合、チャレンジコードとレスポンスコードであるワンタイムパスワードを見ることができてしまいますが、ワンタイムパスワードは毎回変わるので登録できたとしても悪用することはできません。これが S キーによる認証の流れです。S キーを利用したワンタイムパスワード認証にはいくつかの注意点があります。一つは認証回数が有限なことです。認証サーバーに設定したシーケンス番号はワンタイムパスワード作成ごとに減少していきます。シーケンス番号が0になると利用することができなくなります。再度 S キーを使ったワンタイムパスワード認証をしたい場合は、マスターパスワードとシーケンス番号の登録からやり直す必要があります。また他の注意点として、認証サーバーにマスターパスワードを登録するときにも注意が必要です。マスターパスワードの情報はクライアントと認証サーバーだけが持っている秘密の情報にしなくてはいけません。認証サーバーにマスターパスワードを登録するときは SSH を使って接続して暗号化された通信経路を使って登録したり、直接機器に接続して登録を行って盗聴対策を行うことが大切です。マスターパスワードが流出しないように注意しましょう。今回も動画ご覧いただきありがとうございました。最後にいつものおまけ動画用意しています。最後まで動画ご覧いただけると嬉しいです。
私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは勉強だけではなく横のつながりもできるようにいろんなイベントを作っています。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティに遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ S キーでお願いします。 S キーいただきました。今日も学んで登録テキスペ情報支援し ST 使って OTP 認証要求資源送ってハッシュ処理計算して OTP 応答する ST 使って OTP 認証要求資源送ってハッシュ処理計算して OTP 応答する ST 利用の注意点利用回数有限再登録ちょっと面倒マスターパスワード安全に登録してね ST 利用の注意点利用回数有限再登録ちょっと面倒マスターパスワード安全に登録してねハッシュ関数が大切です。今回の ST には言えることだけどセキュリティにはハッシュ関数で支えられている部分が多いよね。なのでハッシュ関数について理解しておかないとセキュリティの勉強してもイメージが湧きにくいと思うの。だから今回の動画の内容がよくわからない人はシャープ8のハッシュ関数についての動画を見てみてくださいね。